どうも MA です。マサです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。もうさ、絶対それ定番だよね。感謝から入る感じね。ファーストインプレッション大事だフって。ァーストインプレッション。いいでしょ。あ、なるほどね。私今までのこの人生でね、ファーストインプレッション何度も失敗してきているのよ。無理なんだってさ、みんなわかるでしょ。なんかさ、実際さ、何かが終わりますと。で、家に帰ってきますと。うわぁ、帰ってやってけばよかったな、絶対変って思われたよみたいな、なんであの時帰ってきたのに頭で思ってたのとかさ、あるあるの人生なのよね。ちょっとシミュレーションしてみる。シミュレーションむずない？本日はよろしくお願いします。こんにちは。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。普通じゃねえかよ。全然普通じゃねえかよ。ファーストインプレッション大丈夫じゃねえかよ、それ。あるあるなんだって。例えばさ、そうそう、マサさんのことさ、みんな知ってると思うけれども、MA マンチャンネルのもうメンバーなんですけれども、いろいろやってます。たまにさ、質問来る時あんのよね。だから改めて今言っておこうと思ったわ。そう、普通に解説から携わってもらってて、みんなが知ってるところで言うと、普通にYouTuber だったら絶対にやらなきゃいけないこともろもろほぼ全部やっていただいております。普通にこうやって喋りもうやらせてもらってます。ちょっといてもらわないとこのチャンネルは終わりますので終わります。はい、そこのところはよろしくお願いいたします。あと2022年の後半の頃にはもうイベントも全部出てまして当たり前なんだけれども、まあそうだね。そう、普通にもうなんか、みんなと喋ってます。企画もやってますのでと。そうで、何の話してたんだっけ？なんか脱線したよね。何の話してんだっけ？挨拶の話だね。まあいいや、あんま大事な話じゃなかったね。はい、っていう感じで今日もやっていくんですけれども、今さ見てておやおやってなってる方いると思いますよ、この感じ。そうなんです。一番おーい。なんでこのタイミングで一番くじ出てきた？どっから出てきた？本当にやだ、一番くじ引っ張ってるのかもしれない。この前さ、全然なんか引けないし、見つかんないし、取扱店舗電話したけど出ないし。出たー。やばい、愚痴が出てきた。おい、闇モード入ってる。闇モード。いや、いいんです。一番くじも今年もやっていきますのでね。そうだね。はい。で、今日なんだけれども、そう、あみやみさんのね、福袋をこの動画が出てるよりももっと前の新年多分ほぼ一発目ぐらいの動画で出してると思うんだけれども、まさにその開封をした直後で急遽動画を回してるんだけれども、もうなぜかというと、ソードアートオンラインのこのアスナちゃんのフィギュア、これが、そう出たんだけれども、めちゃくちゃよくでリアル化しちゃいたいと思いました。前の動画を見てない人はさ、見てほしいんだけどさ、そこでいろいろ話したんだよね。あれこれいいんじゃねみたいな。だからさ、前の動画見てない方もいると思うからね、もう一回簡単に言っておくとね、このフィギュアすごく生々しいなと私は思って、なぜならこの横たわっている感じだったりとか、台座がね、いわゆるこのシャギーこれ正式名称ごめんわかんないんだけど、ふわふわとしてて、いわゆるその現実感のあるものねに乗ってたりとか、そうリアルなんで、要は一言で言うと結構リアル感があると思いませんか？で、私はね、リアル化2022年もたくさん自分が好きでやってきてたと思うんだけれども、私の中でリアル系のちょっとリアル化するフィギュアとかっていうのはなんかインテリア要素も強いなって思ってるんですね、個人的に。だからこのフィギュアすごくなんかインテリアアートとして飾ったとしてもすごくおしゃれだなと思ったから、要は一言で言うとリアル化が合いそうだなと思ったので、フィギュア自体はすごくよくって、目消すのもちょっと勇気がいるようなそんなフィギュアなんだけど、もう見てもらったら分かる通りめちゃくちゃ顔もいいです。超可愛い。こういうのはさ、福袋から出たからこそっていうさ、そういうのもあるよね。そうだね、それもあるね。ほんと出会いだって、これを買いたくて買いに行ってるパターンじゃないですから、だけど結果的にすごくいいっていうフィギュアがゲットできたからさ。そうだよね。あとね、こういうリアル化に関してはなんて言うんだろうな、だからみんな的にもさ、私がやるからこそより安心してさ、自分がやるってなったらすごくさ、絶対勇気いると思うし、失敗しても誰も責任取れないそうだね、自己責任の世界だから、ね、本当にそうで、だから私がさ、いつもリアル化とかしてさ、みんなもやってみてねとか言ってもさ、たまに言うと責任は取れませんけどとかって言うけどいや本当にその通りだから、だからどういう感じになるんだろうなっていう、別バージョンを楽しめるっていうところもね、私はこのチャンネルのね、みんなに感じてほしい良さの一つかなと思ってるから、どうなろうがね、別にあれだよ、なんか変だって思われてもいいんですよ、極端な話ね、なるほどこんな感じにもなるんだっていうのを楽しんでもらいたいの。リアル化だけじゃなくてね、全部そうだと思うんだけど、リペイントって、っていう感じでね、今年一発目かなこれ。だから
そうだね。うん、一発目のリアルカバそうかもしれないね。ふさわしいんじゃない？福袋からのものをそうだよ。やるってすごい。服があるリアル化だね。そういうことになるね。服リアル化だね。うわ、どうしよう、変な感じになったら福リアルか。まあ大丈夫大丈夫、きっと大丈夫だと思う。まあそこも合わせて楽しんでもらえればっていう感じじゃないですか。まあそうですね。っていうことで、このアスナ見納めになります、皆さん。あ、一言だけ、まあいいや。やっぱいいや。やばい、やばい。ついていけないから。やばいいや。この後の解説で喋ればいいやと思ったから、いいやと思って。はい。全然ついていけてないよ。もうごめんなさい、ごめんなさい。まあ許して。じゃあやっていきますか。やっていきたいと思います。シュッシュッシュッ。はーい。じゃあ乗っていきたいと思います。はい。実はね、まあこういうことさ、あまり言わなくてもいい情報かもしれないんだけどね、一部需要があるかもしれないから正直に話すと、これ完成してからね、今めちゃくちゃ時間経ってます、ちなみに。これ、お正月のね、もう冒頭から見てくれてる人はわかると思うし、これね、言ってることがわかんない人はね、もう飛ばして見てるっていうのがもうそういうことになっちゃうんだけれども、アミアミのね、フィギュアのこの福箱で当てたアスナーですね、こちらね。だから、もうお正月に、まあ当然だけどお正月の最初にね、ゲットするわけじゃないですか、このフィギュアを。で、そっからね、実はね、もうすぐ塗ってます、これ。そう。だから、多分この動画がね、公開されてる時期的に、もう1月末とか、多分2月の、多分、頭ぐらい、ちょっと違ったらごめんですけど、ぐらいになってると思うんだけどね、このアスナはね、実はもう早々に完成をしておりました。なんかね、私このチャンネルでさ、フィギュアまあ、リペイントしたりとか、動画割と上げてるじゃないですか。だけどね、全部が全部ね、すぐ上げてないんですよ。それこそさ、最近だったらさ、アニメ塗りフィギュアの教科書のさ、本で塗ったフィギュアも最近結構出したじゃないですか。でもあれもさ、結局本の発売から時間経って出してるでしょ？まあなんかそんな感じでね、結構すぐ出してないものもあれば、すぐ出してるものもあったりするんですよね、ものによっては。そう、多分これはさ、もしかしたら YouTuber さんたち的にはね、なんかあるある、チャンネルによってはね、あるあるかもしれんだけどね、うちらのね、この MA マンチャンネルはね、今そんな感じです。表でその塗ってないフィギュアとか、いろいろ制作してるものとかもあったりするから、ちょっとね、ラグが生じちゃったりするんですよ。まあそんな感じで。別に喋らなくてもいい話でした。はい。という感じで、今回、おそらく2023年一発目のリアル化の多分動画になってると思うんだけど、これね、結論からっていうか、感想をね、率直に言うとね、マジでやって正解だったと思います、これ。ほんと正解だった。開封した時にさ、あ、これマジでリアル化、めっちゃ合いそうだなって思ったんですよ、なんか個人の感覚的に。だけどね、本当にね、これ合うわ。いやもちろんさ、その元のザ・アニメのさ、顔もさ、まあ、当たり前だけどさ、まあ、それが公式的なところだからさ、当然可愛いじゃん。だけどさ、このちょっとリアルテイストのこの感じ、やっぱりね、私は好きだね。実際さ、リアル化もこれさ、今まで何回かいろんなテイストでさ、やってきてはいるけれども、結構ね、感想がね、そのコメントとか、DM だったりとかで届くんですね。ありがたいことにみんなからありがとうね。で、届くんだけどさ、結構さ、好きな人は好きですよね。なんかやるたびに思う。最初はさ、割となんかマニアックな、あれなのかなって思ってたんやけどさ、意外とみんなもさ、結構好きじゃんって感じで、あとね、女の子がね、やっぱ、私の感覚ね、なんか他のフィギュアの塗り動画よりも、なんかね、女の子がね、熱い、刺さってる感覚がしてるんだけど、どう？今見てくれてる女性のリスナーさんじゃないの、視聴者さん。どうです？可愛いよね。多分ね、わかんない。ほんと完全に持論だけど、多分女の子はメイクする子が多いから、なんか通ずる部分があって、なんか好きっていう人も多いのかなって気がしてますよ。例えばさ、今書いてるところやったらさ、瞳でしょ？だからここってさ、結局なんていうのかな、カラコン的要素があるじゃないですか。私基本的にさ、これはさ、なんか元のキャラクターのさ、瞳の色にさ、わりかしちょっと近い感じでね、やってるから、大きくさ、変えたりはしないんだけど、例えばこれをね、水色の面にするとかはさ、基本的には、まあやらないんだけど、企画によってやるかもしれないけど、今回とかはやってないんだけれどもさ、その中でもさ、若干その表現の方法って変えられるじゃん。
多分さカラコンとかさそれこそつけたことあるって人とかは分かると思うんだけど、デザインがさ本当にたくさんあるじゃんカラコンって。なんか最近だったらあれなんて読むんだっけ、読み方なんか水光レンズみたいなやつだったりとかさ、あとはなんか縁がさめっちゃしっかりしててさ、なんかバキってさ交際みたいなやつが入りまくってるやつとかさ、なんか全然見え方変わるじゃん。そのカラコンもさ縁があるカラコンとさ縁がないカラコンで、私もどっちもつけたことあるんやけどさ、なんか全然見え方とか強さとか変わるじゃないですか。そんな感じでさ塗りも極論なんか同じだなと思ってて、どういう感じにするかでさ見栄えめちゃくちゃ変わるから、そういうの考えたりとか、視覚的に塗らなくたって見てるだけでもさ結構面白かったりするのかなとか思ったりしてます。今めっちゃ筆先がペロペロ塗料が挟まった。結構拡大して見てるけど、ちょっとね画質がね粗めなのはちょっとごめんなさいね。いつもなんか私さ本当はもっと近づいて塗りたいんです。ちょっと個人的な話すると、これカメラでちょっと引きで撮ってて、私がねなんか撮り方がねあんまりこう近づきすぎちゃうとねなんか頭がね入り込んじゃったりとかするから、目離して塗ってるんだけどどうもねなんか見えにくくって、正直言ってもっと近づきたいってね思ったりすること正直ね多いからね、結構毎回ギリギリのラインでやってるんですよね。最近なんか葉月ループとか導入しようかなとかガチで思ってるんだけど、今いろいろあるんだよね。ループっつってもなんかいろんなやり方があって、もうとりあえず私裸眼で顔離して撮影の時はやってるんだけどね、まあねちょっと見えにくいなって最近ちょっとねますます思ってるんだよね。普通のとこ塗ってる時はね思わないんですよ。だけどこう細かいとこ塗ってる時にどうしてもねやっぱりね見えにくいって思っちゃったりする。だからちょっと細かいところはすみません、ちょっと多めに見てくださいって感じでね。どうめっちゃほら形になってきましたよね。アスナってそもそも可愛いよね。アスナといえばさ最近私さどこだったかな、そうだ、それこそデンホビで見たんだけど、確かアスナのさスタチューがさ予約開始されましたよね。知ってます？4分の1サイズの結構でかいやつ、しかもなんかエフェクトもモリモリついてて結構派手でしたよ確か。ちょっと知らなかった人チェックしてみてくださいこの後。多分そうだから。今全然塗料ついてる。なんかここら辺さちょっとリアルだよね。マスカラってさ結構ダマダマにさつけたりするのあるじゃん。なんかマスカラによってはさもうそろそろ寿命かなみたいな、そんな感じしますねこのマスカラ。あえてこう統一してない感じがなんかそういう意味でのリアルさが出てるかもしれない。あとさ1分の1スケールのさアスナの等身大のやつも今展示されてるの知ってます？そういえば私ねあれね見に行ってないんだけど、確かあれ展示されてるやつを期間限定かなんかで確か見に自由にじゃないけどなんか見に行ける感じでしたよね。確か渋谷のパルコかどっかで。確かそれもなんか知らない人いたらちょっと調べてみるといいんじゃないでしょうか。あれかなりクオリティ高かった、ね。最近さ等身大フィギュアめっちゃクオリティ上がってますね。私びっくりなんですけど、なんかめっちゃクオリティ高いですよね。私ねこういうことあんま話してよくないのかもしれないけど、なんか昔の等身大フィギュアってなんて言えばいいんだろうね、やっぱりスケールが大きくなっちゃうと結構大振りになって繊細な表現とか難しかったりするのかな、技術的にとかなんか予算なのかわかんないけど、なんかそういう感じなのかなとか勝手に思ってた時期もあったんだけどさ、今さ最近見るさ等身大フィギュアさ全部クオリティすごくって、なんだやっぱりすごいの作れるじゃんとかってなんか勝手に感心してたりしてるんだけど、同じようなこと思ってる人いません？なんか最近マジですごいですよね等身大フィギュア。そうアスナも出てますよ確か。今下まつげを描いてますね。これねまつげはね描き込んでるんだけどね、なんかねリアル系の塗装界隈だとね、これ私リアル系って言ってもそんななんかガチガチのリアル塗りでは実はないんだけどさ、リアルテイスト風って点で言うとね、まつげとかをね結構植毛でいいのかなする人たちもね結構多いんですよ。そういうのもね一個の手段として全然ありだなと思うんですけどね。でもね描くのも楽しいですよやっぱり。描く表現には描く表現なりの良さは多分あるから、こんな感じでね。ただね真横から見るとねどうしてもこう立体感っていうところでね、この正面から見るときではねやっぱり正面から見てるときがやっぱりこの毛系の表現は毛系って毛のね表現はやっぱり正面から見た方がやっぱりいいですね。多分理由はみんなわかると思うんですけど、そういう意味で言うとリアルなやつを埋め込むとね横から見てもちゃんと
ピュンってちゃんと角度に違和感がないからね、そこは利点だと思うんだけどね。そういえば私この福袋なんだけど、ジャヒー様あの後マジで見ました、アニメ。いや本当に美女が何かめっちゃ可愛いって思ったから、フィギュア見てね。でさ、コメントもさ、みんなあの時さ、面白いですよみたいなコメントくれた方も結構いて、それもあって、しかも面白いんだったら見てみようかなとか思って見たらね、なんか普通に面白かった。てかめちゃくちゃ可愛い。いや本当に可愛いと思った。なんだろうな、あれ何系って言うんだろう。でもなんかすごく癒し系っていうか、とにかく可愛かった。最後までまだ見てないんだけど、魔法少女がね出てきて、なんかちょっと残念系の子なのかなみたいな。これ褒めてるんだけど、なんか結構癖ある子じゃんみたいな、なんかそこら辺まで見てる。だから最後まではまだ見てないんだけど、分かってはいるけど、やっぱり内容を見たらさ、フィギュアの見方本当に変わるよね。なんかさ、造形フィギュアから入るパターンもあるの、私は。このフィギュアめっちゃ可愛いじゃんって言って、まだ見てない作品とかでフィギュアから買うこともあるんだけど、やっぱりね、もう分かってはいるんだけど、そんなの。分かってはいるけど、やっぱり作品見たらもう愛着度が全然変わるなって毎回思ってる。はい。っていう感じでね、完成です。はい、みんなお待たせいたしました。お待たせしすぎてしまったかもしれません。なんかそれ聞いたことあるぞ。どっかで聞いたことあるセリフだな、おい。調べなくて大丈夫。いやでもね、今回マジで可愛くなったよ。もともとも可愛かったじゃん。だけどこのテイストもめちゃくちゃハマったから。いくよ、見せますからね。せーの、じゃ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 ーん。おー、ちょっと見せてもらおうかな。可愛い。めっちゃ可愛くない？目の大きさとかもさ、変に小さくしすぎずに大きめの感じで仕上げて、ちょっとドール味もある感じだと思うんだけど、そうだね。本当に目も描いてるだけぷっくりさせたりしてもいいなと思ったもん、ここまで来ると。なるほどね。そこまでやってないけど、やろうと思ったらまたやればいいんだけど、可愛くない？そうだね。なんか飾っちゃった方がいいかもしれない。これも上から撮ってもらわないと分かりづらいもんね。このフィギュアね、こんな風に飾れないのよ、多分。後ろがこうなってるからさ。だからこんな風になりますね。ちょっとまた滑っちゃってんじゃないかよ。これも気をつけないといけない。この引っかかりもあるけど、めっちゃ強いわけじゃないから、なるほどね。っていう感じになってて、上から覗き込んで、なんかちょっとさ、マサさん今グラビア撮ってる人みたいになってる、こっちから見たら。すごくなんかでも可愛いよ、これ。可愛いでしょ。こんなにさ変わるんだよ、塗り方で。結構変わるね。今ちょい下気味から撮ってる感じかな。これは真正面ぐらいだよね、今は。そうだね、真正面ぐらい。いいね、これ。唇もね、今回ね、濃いめにしてみたんだよ。結構好きかも、これ。美人じゃね？めっちゃ美人だね。シンプルに。これ普通モテるべ。今回さ、塗ってないんだよ、周りとかは。綺麗だったじゃない？だから顔だけ、本当に。っていう感じになりました。どうですか？かなり良かったですね。福袋で縁起も良かったし。確かに。やれて良かったなと思います。いい一発目になったんじゃないかと思うよ、2023年。もう、一生懸命撮りすぎてさ、なんか夢中になって撮影してる感じになってる、グラビアアイドルみたいな。なんかね、カメラ持ってるとね、こっちに集中しちゃってね、なかなか喋れるのよね。そうだよね、わかる。でも気持ちはわかる。っていうことでした。今回はリアル化だったんだけどね、また他のテイストで塗ったりもすることもあるのでね、フィギュア好きの方はまた遊びに来てくださいまし。こんなもんかな、今日は。はい、ということでみんなまた次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。